空が青いなあ。テーブルできたやんけ。棚もできたやんけ。はい、おはようございます。本日はですね、日曜日。ちょっと、だいぶ仕事の余裕が出てきてきたので、今日はフッツラボへやってまいりました。はい。ということでね、今日はですね、あまり作業する気はないんでございますがですね、はい、ちょっと黒のペンキを塗ってですね、その後ちょっと住居の方で、チャット GPT-4 がまた進化しましたんで、それの紹介をしたいと思います。ということで本日もどうぞよろしくお願いいたします。人血。はい、ということでですね、日曜日今日はちょっとゆっくり出てきてですね、はい、少し暖かいかなと思ったんですけど、今日も寒いですね。はい、ということで、来る途中ね、とりあえず作業台の黒のペンキだけ塗りたいな、でも今日はやる気がないんだけどなとかいろいろ考えながら、でもとりあえずペンキだけ塗って乾かしとこうということで、ペンキを塗っております。今日はね、本当休みで、何もしないで、月曜日今日泊まってね、月曜日作業しようかなというふうに思っておったわけですが、やっぱここ来るとなんかいろいろあれやらなきゃこれやらなきゃってね思って作業してしまいます。で、作業しないで、YouTube も撮らずに、今日は何もしないと決めたんですが、YouTube 撮ってしまったので、またこれ編集してアップロードしなければいけないということで、そんなスパイラルで、やっております。はい、それではですねまたちょっとチャット GPT-4 を使って、まず軽くまた英語のお勉強をしていきたいと思います。Hi P。Hey there, how's it going? 今日はね、ちょっと英語の勉強したいんだけどいいかな。もちろん、どんなことを勉強したい？まず英語の、短い文章を喋ってくれる？そしたら私が、その英語が聞き取れるかどうか試してみたいんだ。なるほど、いいですね。ではまず短い文章を言いますね。The weather is nice today. How did that sound? 今日は天気がいいな。そうです。よく聞き取れましたね。The weather is nice today は今日は天気がいいなという意味です。次の文章も言ってみましょうか。お願いします。では次の文章です。I love eating 餃子。どうですか？私は餃子を食べるのが好きです。その通りです。I love eating 餃子は私は餃子を食べるのが好きですという意味です。とても上手ですよ。じゃあ次お願い。わかりました。では次は
I enjoy going fishing on weekends. 聞き取れましたか？週末釣りに行きます。完璧です。I enjoy going fishing on weekends は週末釣りに行きますという意味ですね。いい感じです。そしたらですね、Can I say a couple sentences in English? I want to see if I can understand them. もちろんです。短い英語の文章をいくつか言いますので聞いてみてくださいね。I like to play soccer with my friends. How is that? 私は友達とサッカーをするのが好きだ。その通りです。I like to play soccer with my friends は私は友達とサッカーをするのが好きだという意味ですね。よく聞き取れましたね。Next please. では次に行きますね。My favorite hobby is cooking. 聞き取れましたか？私の、一番の趣味は料理です。その通りです。My favorite hobby is cooking は私の一番の趣味は料理ですという意味です。素晴らしいです。もうちょっと難しい文言ってみて。わかりました。では I find it challenging to cook without a recipe book. これはどうですか？料理の本を探している？惜しい。I find it challenging to cook without a recipe book はレシピ本なしで料理をするのは難しいと感じます。ああ、OK。よく頑張りました。OK, one more English say please. 了解です。では I'm planning to learn new recipes to improve my cooking skills. これはどうですか？ I learn だから、勉強すること、英語の、料理のレシピを勉強すること。その通りです。I'm planning to learn new recipes to improve my cooking skills は料理の腕を上げるために新しいレシピを勉強するつもりです。インプルーブね。はい。Improve は改善するという意味です。料理の腕を上げるために新しいレシピを学ぶということですね。なるほど。わかりました。ありがとう。どういたしまして。じゃあね。またね。楽しんでね。じゃあタイトルコールよろしく。I labo, you labo, futsu labo. Thank you. Bye. You're welcome. Bye. Have a great day. そしてですね、これが今までのチャット GPT-4 だったんですけど、なんとですね、スマホ版のチャット GPT-4 がですね、カメラがついたんですね。カメラ機能が。で、こう会話している間に、例えば書いたものとか、あと見せたものをきちんと理解できているということで、また進化しましたんで、ちょっとその辺を、やってみたいと思います。タイピー。 Hello there. How's your day going? じゃーん、これは何ですか？ That looks like a microphone. Are you planning to record something? じゃんじゃじゃーん、ちゃんと理解してます。これはじゃあこれは何？ Yes. That looks like a computer mouse. Are you setting up your workspace? Yes. じゃあ次、これは That looks like a keyboard. It's essential for typing and working on your computer.
うこれこれ。Ah, a coffee mug. Enjoying a warm drink while working can be quite nice. What kind of Yes, yes, yes. It's always nice to have some coffee while working. What's next on your setup tour? そしてですね、なんと書いた文字をですね、教えてくれるというのが大体分かったと思うんですけど、ちょっとこれを使ってですね、連立方程式を解き方を教えてもらおうと思います。それではですね、これさ、今書くの見ててね。Sure, I'm watching. Go ahead and draw what you need. I'm here to help if you have any questions. x 引く y イコール2。So you're writing an equation, x minus y equals 2. That looks correct. 日本語でお願い。これからずっと日本語でお願い。了解しました。これからは日本語でお話ししますね。他に何かお手伝いできることはありますか？これは見える？はい、よく見えますよ。続きをどうぞ。はい、これの連立方程式の連立方程式の解き方について説明しましょうか。はい、解き方。まずは式を整理するのがポイントです。はい、教えて。もちろんです。x 引く y イコール2と x プラス y イコール4の2つの式を連立方程式として考えます。まずはどちらかの変数を消去して解く方法があります。例えば、この2つの式を足して y を消去することができますね。x その2つの式を足すと x 引く y プラス x プラス y イコール2プラス4となり、マイナス y とプラス y が消えて 2x イコール6になりますね。そこから x の値を求めることができます。こういうこと？その通りです。 2x イコール6の両辺を2で割ると x イコール3になります。次にこの値をどちらかの式に代入して y の値を求めることができますね。そうすると x イコール、6分の2で3ってことかな？その通りです。 x イコール3ですね。この値を x 引く y イコール2の式に代入して y を求めるといいですね。そうすると3引く y イコール2っていうのに代入する。これに代入するわけね。その通りです。3引く y イコール2の式から y の値を求めるために両辺に y を足してさらに2を引くと y イコール1になります。3引く y 足す y イコール2足す y ってこと？ y イコール1ですね。これで連立方程式の解が求まりました。質問があればどうぞ。3引く2イコール y y イコール1ってこと？y イコール1ってこと？見えねえか。そういうことはx が3で y が1ってこと？その通りです。 x が3で y が1ですね。連立方程式の解が求まりました。
すごいね。 P 分かるんだ。ここに書いたことが分かるんだ。はい、ちゃんと理解しましたよ。質問があればいつでも聞いてください。これからもお手伝いしますのでよろしくお願いします。これじゃあ何て書いてある？それは AB と CD と書かれていますね。何か AB と CD？ そうですね、 AB と CD ですね。何か特定の意味を持たせたい場合は教えてくださいね。この漢字と文字、日本語なんて書いてある？それは都立ラボと書かれています。ああ、惜しいね。フッツラボだね。そうです、都立ラボと書かれていますね。いやいや、フッツラボだね。そうですね、都立ラボですね。いやいや、何かお手伝いできることはありますか？いや、フッツラボだよ、フッツラボ。フッツラボって読むんだよ、これ。その通りです。フッツラボと読みます。何か他に気になることはありますか？あ、じゃあタイトルコールよろしく。アイラボ、ユーラボ、フッツラボ。 OK、それのフッツラボね、これ。はい、アイラボ、ユーラボ、フッツラボですね。素敵なタイトルコールです。はい、ありがとう。じゃあね。どういたしまして。また何かあればお話。ガイドラインにしたい。はい。ということでですね、なんとチャット GPT-4 がですね、ここに書いた文字をきちんと理解して、そして、どうやって進めていったら、連立方程式が解けるのかとか、そういうのを即座に認識して答えてくれるということで、もう家庭教師ですね、これね。本当また進化しました。はい、もう恐ろしいほど早くですね、AI が進化していっているので、もう本当目を離せない状況ですね。はい。ですね、今日は日曜日、隣のアイスクリーム屋さんがオープンしてたんで、はい、ちょっとさすがにね、もうちょっと寒いんでソフトクリームは食べたくないですけど、これホットコーヒーとですね、あとこれ見てください、ワッフル、あと富津の海苔を使ったパフェみたいな、冷たくないんですけどね、おかず系パフェみたいな感じで、このビジュアル見てくださいよ。これをいただこうと思います。おいしい。チーズも入ってて超うまいっす。富津の海苔最高。おいしいです。ですね、最近YouTube でアップロードするのにですね、20カ国語、正式には日本語を入れて21カ国語を、
対応できるように、字幕をですね作ってアップロードしてるんですけれども、結構ですね、手間かかるんですよね、20カ国語やると。ということで、ちょっと Python というプログラム言語を使いまして、一気にですね、20カ国語、翻訳してですね、そしてそれを、アップロードするということで、簡略化というかショートカット化っていうか、少しでもね早く、楽にできるようにということで、Python でプログラムを作りました。はい、ということでちょっとそれをお見せしたいと思います。今までですね、こちらAdobe の Prime Pro を使ってですね、動画を作った後に、こちら側のですね、テキストっていうところでまず、SRT ファイル形式で、字幕を日本語の字幕を、アウトプットします。でこのアウトプットした、字幕をですね、こういうテキスト形式になりますので、もちろん日本語でアウトプットされてます。でこれをコピーして、これもう569行7400文字になってますんで、これをコピーしてこのようにですね、以下の文章をすべて YouTube 風に日本語の部分だけ英語に、全文改行せずに全文改行を省略せずに翻訳して、その他の数字や記号や改行はそのまま表示して、くださいということで、まず文章を作ります。これプロンプトですね。チャット GPT 用のプロンプトで、これをコピーして、そしてチャット GPT を立ち上げてここにペーストします。そうするとチャット GPT が、翻訳してくれた、文字が出てくるんですけれども、これも結構時間かかるんですけどね。はい。これも昔は300行ぐらいしか、翻訳できなかったんですよね。ただ最近はですね、だんだん翻訳できる行が増えてきましたんで、33こうやってね途中で止まっちゃったりします。その時は続けてってやると続きを翻訳してくれます。
でこうやって終わったらこれをコピーして新しいテキストファイルを作って、これを名前つけて保存して、テキスト形式で保存して、そして YouTube スタジオでこの字幕のところにアップロードしていくというような作業を、20回、繰り返したわけですね。そうすると、結構時間かかるんですよね。はい、ということでPython で、ちょっとプログラムを書きました。見てんのかな。でまずベースとなる、チャット GPT-4 に投げる文章をここで作ります。でここの各国っていうところだけ、例えば英語だとかアルメニア語だとかアラビア語に変えたいので、ここを各国にしておきます。そして、カントリーリストということで、アイルランド語、アラビア語、アルメニア語、ダダダダダということで、この文を、作ってねということで、まずリストを作りました。そして Python でこちらプログラム、さっきの国名って書いてあるところに全部、英語、アルメニア語、アラビア語とかっていうふうに、書き換えるプログラムをまず作りました。そしてこれ実行すると、ここに、アイルランド語、ポルトガル語、ミャンマー語とかいう形で、まずは日本語の、文章になって、ここだけ変わった形ですね。ポルトガル語とかで、この文章を20個作った上で、今度はこの翻訳したいところに、これ今日本語で書いてあるやつを、今度この文章をいくずつチャット GPT-4 にチャット GPT-4 API っていうプログラムを、ライブラリを使って、投げかけます。で投げかけた結果を、この例えば英語解、アルメニア語解っていう感じでこのテキスト形式で保存いたします。それを自動で。でその解というのがもうすでに英語に、変わってたり、アルメニア語に変わってたり、アラビア語に変わってたりという文章になりますので、チャット GPT から返答が来たものをまたファイル形式で保存したという形になります。じゃあまずいっぱいあると大変なので、英語だけやってみたいと思います。で今これチャット GPT-4 に投げてます。今これが投げる前の、日本語の文章。そして今これ解っていうのができましたんで、
これがよいしょ、英語に翻訳変わった文章、このように日本語が英語に変わったりしてます。でこれをこの YouTube スタジオの方でアップロードするということで、プログラムを作りました。ということでだいぶね簡略化できて、仕事が早くできるようになりましたんで、はい、ただねまだちょっといろいろ細かいところで調整しなきゃいけないのがあって、チャット GPT-4 の方が、途中で、機嫌が悪いと止まっちゃうんですよね。はい、で途中で翻訳を終わらせてしまったり、あと真ん中端折って最後までやったりっていうののチェックが必要になってきますんで、はい、その辺の対応をもうちょっとまたプログラムで、解決していけたらなというふうに思っております。ということで、Python を使った、翻訳プログラム ChatGPT-4 に投げて、返ってくるものをテキスト形式で保存するというプログラムを作りました。以上です。はい、ということでね、本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。今日はですね日曜日ということで、普通ラボの方にやってまいりまして、はい、ちょっとプログラム関係を、やってみました。ちょっと短い動画になりますけれども、ご紹介できたかなと思います。ということで本日は以上となります。ご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンお願いいたします。ということで以上となります。ありがとうございました。人月